皆さんこんにちは。当チャンネルでは今までスーダンのいろいろな動画をお送りしましたが、今回改めてスーダンの概要をお送りしたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スーダンの正式名はスーダン共和国。アラビア語で黒い人を意味します。昔はサハラ砂漠以南を指す漠然とした地域名でもありました。後にナイル川上流域でアラブ人と混血した黒い肌を持つ人々をスーダン人と呼ぶようになり、これが国名となりました。スーダンはエジプトの南に位置しています。人間の体に例えるとちょうど心臓の位置にあるため、自らをハート・オブ・アフリカと呼んでいます。周辺国はエリトリア、エチオピア、南スーダン、中央アフリカ、チャド、リビア、そして海を挟んでサウジアラビア、イエメンの9カ国に囲まれています。面積は約188万平方キロメートル。これは日本の面積の約5倍ですが、人口は約4000万人で、日本の約3分の1の人口です。2011年に南スーダンが分離独立するまではアフリカ最大の国土面積でしたが、現在はアフリカで3番目、世界で16番目に広い国土となります。大部分は広大な平原で 30% 以上が砂漠。中央を縦断するかのようにナイル川が流れています。ナイル川はビクトリア湖を発するゆっくりで白く濁った白ナイル川と、エチオピア高原のタナ湖を発した速くて若干透明な青ナイル川がスーダンで合流してナイル本流となり、エジプトを貫流して地中海に注いでいます。気候はとにかく暑いです。夏は43度以上になることも多く、50度を超えることもあります。ですからスーダン人たちは暑い日を天気が悪いねと言うそうです。中央を含む北部の年間降水量は100ミリ以下で非常に乾燥しているためカラッとしています。春になるとしばしばハブーブと呼ばれる砂嵐が発生し、1メートル先すらも見えなくなるため、飛行機の運航が止まることもあります。首都はハルツーム。青ナイル川と白ナイル川が合流するところに位置します。ハルツームはアラビア語で象の花という意味で、2つの川の間にある細長い地形が象の花に似ていることからその名がついたそうです。また、2つの川を挟んで3つの都市が栄えているため、スリーシティ、3つ子都市とも呼ばれています。国旗はエジプトと同じようにアラブ解放旗をベースにしており、イスラム教の色でもある緑を付け加えているのが特徴です。ちなみに赤はアラブ系の人々、革命、愛国心を意味し、白は平和や未来への希望を、黒は国名が示す黒い人を表していて、緑は農業の繁栄も意味しているそうです。スーダンはナイル川渓谷の先住民ヌビア人をはじめ200以上の民族がいる多民族国家ですが、大まかにアラブ系とアフリカ系の人に分けられます。写真をよく見てもらうとわかる通り、褐色とか顔の作りが違います。中央と北部にはアラブ系が多く、南部や西部にはアフリカ系も多く暮らしています。宗教は約 90% がイスラム教です。残り約 5% がキリスト教で、その他にはコプト教が首都ハルツームや北部にいます。公用語はアラビア語と英語ですが、基本的にはアラビア語で会話をします。歴史的にエジプトや中東のアラブ諸国の影響を大きく受けており、19世紀イギリスの統治下だったため、
高齢の方は英語が喋れる方もいます。また、民族ごとに言語があり、ベジャ語、フル語、ヌビア語など複数あります。スーダンの約 75% が農業に従事し、国内総生産に占める農業分野の割合も高いです。アラビアゴム、ゴマ、綿花、豆などが主な農産品です。世界一の産出量を誇るアラビアゴムは食品の添加物として使用しています。例えば医薬品の錠剤のコーティングや切手の糊、水彩絵の具、ガムシロップなどに用いられ、日本が輸入するアラビアゴムの6割はスーダン産なのです。また、ゴマも世界4大生産国の一つで日本に輸入されています。アラビア語でスーダン豆といえばピーナッツのことで、ペースト状のピーナッツが市場でよく売られています。ナイル川周辺では灌漑施設が普及し、綿花などの生産が活発です。ナイル川の豊富な水と肥沃な土地に大きな可能性を秘めているのですが、まだまだ昔ながらの耕作地です。そこに目をつけたのが湾岸アラブ諸国でした。湾岸アラブ諸国は農業に不向きな土地柄のため、食料供給地としてのスーダンに着目し、2008年から農業投資を増やしました。スーダン政府もまた、関税免除などの特典で投資国を引き込もうとしました。南部は降雨量が比較的多いので、雨水で農業をすることが可能であり、ソルガムやミレットを中心に農耕をする人々や、牛、羊、ラクダなどの牧畜を生業とする人たちも多いです。東部はアフリカのパンカゴとも言われる肥沃なナイル川周辺の農地を使って小麦、トウモロコシの栽培が盛んです。スーダンの主な輸入品はサトウキビ、小麦粉、医薬品、車、医療品。輸出は石油、金、羊や牛などの家畜です。広大な領土を誇るスーダンの地下には石油のみならず金、銀、銅、マンガンからウランに至るまで多くの鉱物資源が眠っていると言われています。中でも金は北部の砂漠地帯を中心に年に 2000kg の産出があり、ガーナ、南アフリカと並びアフリカにおける金の三大産出国なのです。原油は1999年に輸出を始めましたが、南スーダンの独立に伴い、スーダンはその産油量の4分の3を失うことになりました。こちらのグラフの通り、その年、スーダンの経済成長率が一気に下がりました。スーダンの1人当たりの GDP は2019年で約771 ドル。世界191カ国中176位。経済成長率は世界185位です。近年、通貨であるスーダンポンドの暴落が止まらず、長引く内戦や圧政、経済制裁などで破綻状態にあり、平和基金会が発表している脆弱国家ランキングで2020年、スーダンは8位となってしまいました。ではなぜスーダンは長い間混乱が続いたのか。その辺を知るためにも次回歴史と経済をお送りしたいと思います。今日の動画は以上になります。視聴いただきありがとうございました。